ございます。今日はエリオスライジングヒーローの舞台を見に行きます。ペンライトが必要っていうことを忘れてて、またギリギリで準備してます。ようやく作り終わった。予定よりとても遅れましたが、行ってきます。今日の舞台は物語のパートとライブの曲をたくさんやるパートが分かれてるらしくて、あらすじも知らないし、曲も私は今知らなくて、そのライブで披露される曲は YouTube とかに多分上がってるから、そこでね、事前に聞くこともできるんですけど、で聞いたら、このどの曲の時にどの色のペンライトにしたらいいとかわかると思うんですけど、私は今日劇場に行って初めて聞きたいから、まだね、一回も本当に一音も聞いてません。だからそれもすごい楽しみです。会場着くまでにね、会場着いてからでもいいけど、舞台始まるまでに今の気持ちを曲にワンフレーズでもしたいなと思ってるから、ちょっと考えながら歩いてみます。今日行く会場はね、シアター千住っていう北千住にある、多分北千住駅と直結の劇場なんですけど、これもね、自分にとって結構なんていうの、意味がある劇場で、なんか千住っていうのを、その劇場は数字の1010 1010で1010って書いてるんですよ。その劇場の存在を去年初めて知って、で自分は10月10日って自分にとってものすごく大切な日の一つで、今こうやって歌ってることにもつながる大切な日の一つだし、その自分にとっては何て言うんだろう、なんかサインみたいな、シグナルみたいな数字だから、なんでこんな名前なんだろう、なんでこの数字なんだろうって思った劇場でもあって、去年はワールドトリガーザステージの大規模進行編が夏にそこでやってたんですけど、それは、日程的にもっと別に行きたい日があったから行ってなくて、で今回ね、行けることになったし、自分が自分にとって大切な俳優さんがそこの舞台にね、去年行けなかったその劇場の舞台に出てくれるから、それもとても嬉しい。そして去年はその千住って言われてもどこそれみたいな感じだったけど、ここに引っ越してみたらもう電車で4分とかで直通で着くような本当に馴染みのある場所だったから、なんかそれも縁があるなって思います。来ました。家出てからなんと20分で最寄り駅まで着いた。マジ引っ越していろんな時間の使い方が変わって、初めて北千住の外側に来た。シアター千住、本当に家出てから20分で着いてる。でもしかして丸いの0101に見えるようなやつとかけてるっていうか揃えてるのかな、丸い系列みたいな感じなのかな。今作詞してたんですけど、時間経っちゃいました。物販買う時間はありません。行きます。
公演見終わりました。ケントくんの歌も聴きたかった。でもアクションかっこよかった。私もあんな風にキレキレに動くアクションやりたいなって思いました。今から妹に誘われて待ち合わせなのでちょっと急ぎます。ありがとうございました。はい、エリオスのステージ見た後、妹と会ってきて、で池袋でちょっとお買い物して一緒に夜ご飯食べて、でアニメイトでテニプリの最新刊とジャンプスクエア買ってきて帰ってきました。今から歌の練習します。エリオスライジングヒーローのステージを見てきました。この感想は後日撮っていますが、なるべく当日思ったことを話します。書きたいことはもうメモにしたので、これで短めに話していきたいと思います。もうガンガンにカンペ見ながらやります。1、まず5分前のアナウンス、会場入って5分前のアナウンスがケントくんだった。シリウスさんだったのが嬉しかったです。日替わりなのかな、それともそういう役どころだから毎回担当してるのかわからないけど、声聞こえてきた瞬間、はっって思って、もうずっと聞き入ってました。すごい嬉しかったです。で、2、ケントくんの歌聞きたかった。せっかくイクリプスのステージがあって、で、ライブのパートもあるなら、もちろんケントくんの歌も期待していきますよね。だけど今回はなかった。だけど私はケントくんの歌声が本当に大好きだし、すごい聴いてて、なんか気持ちいいっていうか、ずっと聴いてたいなって思う声だから、ぜひ次はソロでたっぷりケントくんのシリウスさんの歌お待ちしております。そしてそれに伴ってケントくんのダンスも見たかったです。もうこれ以上言葉いらないですよね。次、もうどんどんいきます。いっぱいあるから。ケントくんは、ケントくんの存在、シリウスさんの一人の存在がその他全員の大多数の存在と一人だけで天秤が釣り合ってる。ここがケントくんとシリウスさん。で、それ以外のその他大勢のキャストさんとキャラクターがこれで重さが一緒になってる。で、シリウスさんはすごい大きな派手なアクションがあったり、特別になんていうんだろう、舞台に立ってる時間が長いとか、こうセリフの数が多いとかっていう役ではないにもかかわらず、ただ存在してるっていうことが、その存在ただ立ってる、それだけもういるっていう、シリウスさんがいる、ケントくんがいるっていう、ただそれだけのシンプルなことが、それ以外のジュニアくんとか、ね、ディノくんたちとか、その他大勢の人の行動とセリフ量と、それでもう釣り合ってる。そのくらいの比重を出せる存在感のあるケントくんってなんて素晴らしいんだろうって思いました。滑舌が回ってない。それが課題なのに。で、舞台に立ってない時すらも、こう、背後にシリウスさんの存在を感じるっていうか、こう、なんて言うんだろう。常に、こう、透けて見えるっていうか、そういう雰囲気を残せてるのが、誰にでもできることではないと思うんですよ。だから、それって、ケントくんがこの役に選ばれた理由だと思うし、シリウスさん以外にも、例えばワールドトリガーザステージの、大規模進行編までにおいての二宮正隆とか、この前のリコリスとか、これからもね、次6月にやりますけど、リコリスのシンジさんとかもちょっと似てると思ってて、
ちょっとみんなとは一段別の世界、別の次元にいるようなキャラクターで、ちょっともう存在自体がもう実在するのかしないのかすら怪しいとすら思えるような、なんか、蜃気楼っていうか、もやがかかってるみたいな、なんて言うんだろう。ホログラムなんじゃないかみたいな感じの、その、異世界観、別次元感、そしてちょっともう世界を、こう、外側から見下ろしてるみたいな、そういう役を、ケント君ってやること、まあ私が見てる、知ってからはそういう役が比較的多いかなって思うんですけど、その存在感とか、そのただものではない人間離れした空気とか、そのセリフだけでは逆に表せないような、そのキャラクターのもう質感がないっていう質感。何もなんか、つかみどころ、とっかかりどころもない、残せないような、そういうキャラクターを存在させるのが、これほどできる人っているのかなって思って、それができるのがケントくんだから、きっと、まあ、ラスボスっぽい立ち位置でもあるし、ミステリアスで、ちょっと他のキャラクターとは一線、質的なところでも、ポジション的なところでも、一個高い段にいるような、そういうキャラを、まあ、ケント君は、任せてもらえるんだろうな、この人にお願いしたいなって思われる役者さんなんだろうなって思いました。ケント君今回がエリオスライジングヒーローのステージに出るの初めてだったと思うし、まあ、エリステ前回見たお客様にとっても、エリステに出てるケント君を見るのは初だったと思うんですけど、みんなシリウスさんがこう出てきた瞬間に、はっってオペラグラスをね、隣の人とかもそうだったんですけど、抱えてあげて、ケント君を見ようとしてるのが結構分かって、私座席一番後ろの方に、一番後ろかな、本当に。自分の後ろもういなかったから、座ってたから結構周りの人の動き見れて、ああ、ケント君のことこんなにみんな注目してるって思って、それがなんか分かったっていうか感じられたのも嬉しかったです。あとは見ながら思ったのは、シリウスさんの目的って何なんだろうなっていうことを思って、1幕と2幕の間とかにメモしてね、書いてました。何が目的なんだろうっていうこと気になりました。一番。で、それは、ケントくんたち、イクリプスのアフタートークでも言ってたけど、まだ原作のゲームでもきっと明らかになってないことって多くて、なのでケントくん自身も知らないし、その脚本がある物語とか舞台に限らず、私たちもそうだと思うんですけど、やってる本人にだって何かが分かりきってやってることってあるとは限らないと思うんですよ。っていう意味で目的は気になったんですよ。まあ目的とか、まあシリウスさんがそういうことをしてる動機とか、過去にどういう育ち方をしてきた人なのかとか、そういうことも気になったんですけど、まあそれがわからないっていうのが、今回のパートの作品のなんか一番楽しいところなんじゃないかなって思いました。わからないっていうのがね、いくらでも想像の余地があるってことだし、まだ確定してないことがきっといっぱいあるだろうし、これからね、どうなっていくのか、決まってないっていうのが、その不確定みたいな
不確定とか未知とか、そういうところが今回の作品の中の一番美味しいところなのかなって思いました。はい。あとは、みんなじゃないや。みんなか。ビリーくんとか、ジュニアくんとかはヒーローなわけじゃないですか。で、そっちが、なんか主人公サイドみたいに見えるし、ヒーローの組織に属してるから、その子たちはヒーローって間違いなく言えるけど、でもシリウスさんもヒーローなんだろうなっていうのを思いました。例えとしてのヒーローじゃなくて、多分シリウスさんのことを、そのシリウスさんサイドの人たちは多分ヒーローって呼んでるんじゃないかなとか、呼んでる人がいるんじゃないかなっていうのを想像しました。やってることが違うだけで、シリウスさんも今の描かれ方ではヒーローとは誰も言ってないけど、でもシリウスさんを多分本当にヒーローって言ってる人もこの作品の世界の中にはいるんだろうなって思いながら見てました。全体の話だと、まずはアクションキレッキレだった。もうすごい。これもう舞台見終わってすぐの会場から階段で降りてる時の感想でも言ったと思うんですけど、あのキレキレのみんなの動きを見て、私もこれくらいキレのある体の動きできるようになりたいっていうのを思いました。はい。あとはディノさんとあさとさんの演技をようやくね、見れて嬉しかったです。私はあさとさんを去年のケントくんのバースデーイベントで初めて知って、で、ケントくんもよく会ってるって言ってたから、どんな人なんだろうなと思って気になって、だけどおそ松さんの DVD とか見ないでいて、で、初めて今回ディノくん役で見て、ディノくんもこう分け隔てなくて天真爛漫な感じで、裏表がなくて、ピンクの髪色もね、すごく似合うような、そういう性格の、すごい素敵な子だなって思ったんですけど、なんかそれを演じるっていう言い方私好きじゃないんですけど、そんなディノくんであるあさとさんも素敵だなって思いました。またイクリプスの話に戻っちゃうけど、多分日替わりなのかな。マシュマロネタはホワイトデーだからずっと一緒なのかわからないけど、おそらく日替わりのパートで、なんかケントくんがやってるシリウスさんがマシュマロは喉にいいらしいよって言ったのがすごい私にとってタイムリーで、その日赤いスイートピーのサビの音量を出すっていう、声量を出すっていう練習をした次の日で、ここ半年で一番ぐらい声が枯れてたんですよ。声は枯れてないけど喉が痛くて、やばいこれ、もしかして喉を使いすぎたかもみたいな思ってた時で、ちょうど私にとって有益な情報だったから、教えてくれてありがとうと思って、その日はマシュマロ買って食べちゃいました。あとはそうですね。また、ディノ君とシリウスさんの話ですけど、そのディノ君とシリウスさんの間に一体どんなやりとりがあったのかっていうのが気になります。それをね、演じてる、ケント君とアサトさんの関係であるにもかかわらず、舞台の中ではそのキャラクターとしては、一体どんな会話をして、どんな能力でディノ君をあんな風にしてしまったのか、なっちゃったのかしたのかわからないけど、そこにね、何があったのかっていうのも気になりました。あとは、ジュニア君とビリー君が今の私にとってはすごく魅力的に見えました。もっと二人の活躍してるところを見たいなって思いました。すごい元気で
明るくて前向きな感じがなんか見ててね楽しかったです。自分の学びみたいな点で言うと、まあ先生とか、ケント君のシリウスさんもそうですけど、落ち着いた大人な役をやってる人って、こう、ジュニア君とかみたいに元気はつらつみたいな声じゃないのに、声張ってないのに、声が響いてよく聞こえるっていうのは、それはどういうことなんだろうって、今の私にとっては不思議でしたし、すごいなって思います。なんかボソボソ喋ってるのを実践してるのに、実際はちゃんと会場中に聞こえてるわけじゃないですか。それってどうやって声出してるんだろう、どういう風に息を使ってるんだろうっていうのが今の自分にはわからないので、わからないし、今の自分の課題は声量なので、そこね、よく考えてみたらすごいなって。あとは映像プロジェクションマッピングっていうのかなとセットの組み合わせとか連動とかアイディアが見てて楽しいなって思いました。ビリヤード台をこう斜めにね使って見せるところとか、トラックが走ってるように見せるところとかね、舞台の面白さ詰まってるよなって思いました。あとは私が見た回は最後のカーテンコールの時の挨拶が馬場さんだったんですけど、てかバタフライエフェクトってご存知ですかからのエリステを盛り上げていこうっていう話のうまさと言ったらすごいよくその場であんなうまい具合に話がつながっていくなって、口から出た言葉が多分その場その場で言葉をつないでいってるのにまとまってて、トンチの効いたとかに近い意味でのうまい挨拶でなんかもうきっと一緒にステージに立ってた俳優さんたちもそうだし、観客席で見てる人たちもすごい楽しく挨拶を聞けたなって思います。あれはあれはもうすごかったですね。もう完全に会場の空気を馬場さんのものにしてた。それって魅力だなって思うし、そういうので心つかまれるなって思いますよね。エリステはめでたいことに次のね、公演も続編が決定しましたね。だから今回出てないキャラクターの活躍もぜひ見てみたいです。特に新テニミューでニオくん役で出てた倉田くんもエリステ出てたから次はね見てみたいなって思うし、ケントくんたちとか他にもどんなキャラクターがねいるのか。エリステって結構個性が立ってるなって思うんですよ。商業的に成功してる、作品とかってみんなそうだとは思うんですけど、にしてもこう全員の個性が同じぐらい強いのって、強いとしてもそれが作品内に現れてる物語ばかりとは限らないんですけど、エリステは私は見て、なんかこの人影薄いなとかそういうのがなくて、なんか一回見ただけでも、あ、この子はこういうカラーを持った子だよ、こうなのかなとかって言えるようなね、みんな別の色を持ってるから面白い作品なのかなと思ってて、だからきっと今回のザ・ウエストのパートでは出なかったキャラクターとか、もしかしたらまだ舞台にも一度も出てないキャラクターとかも
そのキャラクターだけが持つ存在感みたいなのがね、ある人たちが出てくると思うんですよ。そういうところが、私はエリストを見てて、あ、このキャラクター生きてるなって、自分が舞台を見て、たまにする評価の一つに、キャラクターが生きてるか生きてないかっていうのがあるんですけど、それで言うと、エリステはキャラクターが生きてたなって思うんですよ。それは私にとっては素晴らしいという意味で、人間とかの存在って、その人が持つ性質だけでは、実はその人の個性ってわからなくて、その関係性があって初めてその個人が見えてくると思うんですよ。エリステはみんないろんなね、ここでの三角関係もあれば、ここでのグループ三人の関係もあって、ここでこうやって見るとみたいなのもあったりして、その関係性はもう豊かだし、一人一人のね、目的とか考え方とかも違ったりして、っていうところが大きな魅力だと思うので、またここにいろんなキャラクターがね、加わっていって、どんどん関係がたくさん重なったり、つながったり、もしくは減ったり、組み合わさったり、立体的になったりして、いろんなキャラクターのいろんな方向からのね、魅力が出てきたら、もっと面白いんだろうなって思います。また次回もね、期待してます。そしてディノくんどうか無事でいてほしい。だけど、シリウスさんの目的も達成されてほしいなって思います。はい。結局長くなっちゃった。はい。ぜひね、今度はケントくん、シリウスさんの歌も聞きたいです。はい。やっぱり長くなっちゃいましたが、エリオスの感想はこれで終わりにします。最後まで聞いてくれてありがとうございました。そして素敵な作品と素敵な時間を今日もくれてありがとうございました。これで終わりにします。